まったくもって父親とはなんてそんな商売だ。パパちゃん。可愛すぎる娘は俺のことをそう呼んでいた。もう目に入れても痛くないなんてのはとっくのとうに通り越して、この子のためなら俺の命の一つや二つなくしたって構わない。まさかの俺がこんな親バカになるとは思いもよらなかった。娘は現在中学生で、絵に描いたような反抗期だ。よく聞く父親の悩みのセオリー通り、俺もどう接していいかがわからない。朝顔を合わせても無言でトーストを頬張ると出かけてしまう。休みの日に俺がリビングにいると目も合わせないまま部屋に一直線だ。キモい、汚い、嫌いの 3K。 何俺そんなに嫌われるようなことした？風呂も毎日入ってるから汚くないんだぞ。誰に何言われてもいいが、娘に嫌われるのだけは耐えられないもんだなと、このところはちょっとばかり悩んでいる。職場の同僚は、干渉しないのが一番だよと軽く流すが、やっぱり俺には死活問題。反抗期って一体どれぐらい続くんだ？俺、終わるまで耐えられるのかな。その日はママちゃんが休養で里帰り。俺も仕事が落ち着いていたので半休をもらえた。娘を遅くまで一人にしておくのがちょっと心配だったしな。いい父親だ。家に着くとママちゃんが夕食の準備をしっかりしてくれている。娘の大好きな唐揚げか。また母親ポイントが上がるとちょっと嫉妬しながら、でもそうやって家のことをママちゃんに任せてきたのは本当だから仕方ないかと思ったりもする。俺だって娘のために頑張って働いてたんだと正論を自分の中でぶちまけてみる。ちょっとダサいなと落ち込む。世のパパちゃんたちはな、見かけによらず繊細なんだぞ。でも今日は普段帰りが遅くて娘と食事することが少ない俺にとって千載一遇のチャンス。機嫌を取ろうとケーキ屋にも寄ってきた。やっべえ、何話そう。落ち着かないな。気がつくとうろうろとリビングを歩き回っている。娘は部活帰りで腹ペコのはずだから、さっさと飯食って部屋に行ってしまうだろう。その間無言は嫌だしな。食後にショートケーキあるぞって言ったら喜ぶ顔が見られるだろうか。妄想で頭がぐるぐるしている間に時間だけが過ぎて、玄関の方で音がした。来た！娘だ！二人だけのディナータイムが始まる。急いでソファーに寝転びテレビをつけ、見ているふりをする。玄関から足音が近づき、リビングのドアが開く。おかえり。声が裏返る。娘はテーブルと俺を一別すると、ご飯いらないと言って背を向けた。おい、ちょっと待って、それはないだろう。慌てた俺が娘にかける言葉を探しているうちに、熱があるから寝る。そう言い放つと、力なくドアが閉まった。なんだって？俺の計画はわと消えたが、そんなことより大問題が発生したぞ。熱ってなんだ？どれくらいあるんだ？大丈夫か？医者に行かなくていいのか？飯いらないって食欲がないってことか？困ったぞ。こんな時どうしたらいい？本当なら部屋まで行っていろいろ聞きたいところだが、娘の入ってこないでは今までに何度となく聞いたセリフ。 3K の親父はひとまず自分を落ち着かせなければ。娘の気持ちを逆なでないように何ができる？干渉しないように干渉するには。
そうか。まずは飯だな。ママちゃんの唐揚げはさすがにヘビーだろう。おかゆくらいならなんとか作れるかな。スマホで検索して作り方を確認。いるのは米と水と塩。これくらいならできそうだ。慣れないキッチンに立ち、悪戦苦闘しながらなんとかおかゆを仕上げた。茶碗におかゆを移し、スポーツドリンクと市販の風邪薬をトレーに乗せ、2階の部屋に向かう。きっと声かけると嫌がるだろう。部屋の前にトレーをそっと置き、ノックを一度だけした。返事はない。想定内だ。へこむな俺。素直に立ち去り、リビングへ戻る。それから俺はお預けを食らった犬のようにじーっと2階の音に耳をそば立てた。10分くらいするとドアが開いた音がした。焦るな。待て。まだお預けの時間だ。有効な関係を築くため、もうしばらく我慢するんだ。荒ぶる気持ちを抑えるために、大好きなバンドのライブの DVD を見ることにした。何度も見ているはずなのに、こんなに長く感じたのは初めてだった。やっとすべてが見終わると、足音を立てないようにそっと2階に向かった。娘の部屋の前には先ほどと同じようにトレーがあった。恐る恐る覗くと、乗っていたのは空っぽの茶碗だけだった。よっしゃー。声に出さずにガッツポーズ。ふと気づくと茶碗の下にハリネズミの柄のメモ用紙が1枚。娘の文字で「味なくて最高にまずい」と書かれていた。それでもいい。全部食べてくれたことが何より嬉しかった。よし、この手紙は宝物にしよう。そう思って裏返すと、紙の隅の隅の隅の方にものすごい小さい文字で「サンキュー」と書かれていた。やべえ、俺泣きそう。これで俺また明日から頑張れるぞ。そう思った。次の朝、元気そうな娘の顔を見て一安心。娘は今までと何も変わらず、無言でトーストを頬張ると振り向きもせず出かけてしまった。ああ、全くもって父親とはなんてそんな商売だ。でもな、俺はこの商売が嫌いじゃない。